マサチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。マサチャンネルのマサです。さあ、ただいまの時刻は3時22分。ちょっとね、ナビがうまく動かないんだよな、これ。いつも使ってるね、自分の携帯とデザリングしてる状態なんですけども、あまりうまく動きませんね。そしてですね、始まりました500マイルツーリング。たとえ500マイル離れてもアドベンチャーバイクなら 160cc でも500マイル楽勝でしょう星空の下のディスタンスというところでですね、先日というか、VFR800X 組んでですね、500マイルツーリングをやってまいりました。主な行き先は、天橋立、鳥取砂丘、あれもう一個どこだっけど忘れした。そしてですね、今回の行き先はですね、本州最南端、潮岬ですね、紀伊半島の一番先端にあるところですね。でね、実はね、そこまでの距離はですね、620、30キロです。でそうするとね、500マイルイコール800キロなんで、目標は達成しないんですが、本日のね、相棒くん、こちらですよ。AGV160 がですね、レンタルで借りている関係上、ホンダドリーム川越店さんに、明日のですね、夕方17時30分までに返却なんですよ。でそうすると、800キロっていうとね、そのまま行くだけ行ってしまうと、帰りはね、本当に5時スタートでも厳しいかなっていう感じなので、ちょっとね、戻りますね。潮岬から少し戻って、伊勢で宿泊させていただいて、そうすると帰りはね、だいたい600キロぐらい、600キロないんだ、400から500キロぐらいで帰ってこれるので、そうするとね、ちょっとゆっくりできるんですよ。なのでちょっと申し訳ないんですが、行きっぱなし800キロじゃなくて、行って少し戻って800キロの500マイルツーリングで、今回は勘弁していただきたいなと思っております。そしてですね、今回、主な目的地は、潮岬なんですけども、潮岬にね、行く前にですね、他にね、別の候補地があったんですよ。っていうかもうそこで絶対決まりっていうところがあったんですけれども、ちょっとね、そこに行く夢が叶わなくなってしまったんです。というのはですね、VFR800X の500マイルツーリングの時にお伝えしたんですけれども、青森県の大間ですね、マグロで有名な大間、太平洋側のですね、一番最北端、本州最北端なんですけども、こちらですね、ここに行こうと、で、マグロ食ってこようと思ったんですが、なんと、もうね、雪が降ってます。というかですね、前回予定していたですね、日程がですね、11月14日だったんですよ。で、11月14日でしたら、なんとか行けたんです。今回ちょっと暖かかったので。よし、行けるぞと思っていたんですけれど、なんとですね、なんとですよ、11月14日がですね、埼玉県民の日ということで、日頃ね、私は土日休みじゃないので、子供たちと休みが合わないんです。ただ、県民の日は皆さんお休みでいらっしゃいますので、皆さんお休みの日に、日頃休みが合わないパパちゃんがですね、のんびりとツーリングに出かけてると、これはね、完全に離婚案件です。うちの奥さん行ってこいって言ってたんですけど、いやいや、そんなわけにいかないでしょ。今年はね、一番下の子供がですね、小学校6年生ということもあり、休み全部ね、夏休みは子供のために過ごしました。で、今回もね、埼玉県民の日は、11月誕生日の子供がいたんでですね、それのお祝いというところでですね、ホームパーティーを
ったりとかですね。まあそんな感じでですね、過ごさせていただきまして、青森行きがスルーされたと。で、本日ですね、11月27日です。さすがにね、もうね、初雪観測してますし、ちょっと青森は、まあ厳しいぞというところでですね、南の方に目的地を変更させていただいた次第でございます。それでなんだ。チャンネル登録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 。本州最北端の大間町はもちろん有名なのはマグロです。で、なんとですね、本州最南端の潮岬もマグロが有名なんですよ。で、何マグロかっていうとですね、近代マグロというですね、世界で初のですね、近畿大学が完全養殖に成功したマグロなんですね。で、マグロの養殖って、まあ、養殖の魚ですね。養殖の魚ってどうなのかなっていう。すげえな、満月か、これ。満月じゃねえな。養殖のマグロどうなのかっていうとね、養殖の魚って、有名なのはやっぱりハマチですよね。関西の方はハマチって言わないのかな。で、そのね、ハマチはね、天然は割とね、赤身の魚なんですよ。だけど、養殖はもう全身霜降ってて、本当に美味しいですよね。で、マグロもそうだそうで、やっぱりね、非常に脂が乗っていて美味しいそうです。なんでちょっと楽しみなんですよね。実はね、本州4ターンツーリングっていうのをやりました。これね、再生リストからぜひ見ていただけるとありがたいかなと思うんですけども、本州のね、最北端、最西端、最南端、最東端、全部行ったんですよ。で、最南端行ったこの潮岬行った時に、これが食べれるんじゃないかなと思ったんですけど、コロナの真っ只中でですね、その最南端にある、まあ、食堂みたいのがあるんですけどね、そこがやってなかったんですね。で、泣く泣く帰ったっていうことがありました。で、今回はちゃんと調べましたけども、やってます、ちゃんと。今回は美味しい近代マグロを食べたいなと思っております。ただね、時間がなかなかタイムです。ただいまの時刻が3時31分。でもね、今回はね、ちゃんとね、3時に出てこようかと思ったんですけど、ちゃんと3時に出てきましたからね。子供と一緒にね、昨日9時に寝たんですけど、でも寝れなくてなかなかね、多分寝たのは11時ちょい前ぐらいだと思うんですけど、でも2時に起きたんで、12時に3時間から4時間ぐらいは寝てんじゃないかなと思うんですけどね。結構ちゃんとね、ちょっと眠い感じもなく、体調も今回はいいかなという感じがいたします。ただですね、ただいま11月27日、大寒波来ておりまして、ただいまの気温は7度となってるんですけども、朝出かけるときは5度でした。で、レンタル車両なんで、電熱器具が全くないです。なので、ちょっとね、ハンドルカバーだけ付けさせていただいたんですけど、温まる元が全くないので、これはね、相当寒いです、今。いくらね、ハンドルカバーしてても、隙間風は入ってきますし、冬グローブしてますけど、やっぱね、手はかなり冷たいですね。ただ、今日の昼間は15度ぐらいまで上がる予想ですので、まあ問題ないんじゃないかなと思いますよ。で、ADV160 なんですけれど、実はね、TCX160 はレビューしておりまして、なんとなく感じは分かっていたんですが、そのね、ADV160 乗った時に、シールド、ウィンドシールドがすごい低くて、もうなんかこれ風集めてるんじゃねえのっていうぐらい、今までで一番風圧がきつかったんですよね。で、ADV160 はちっちゃいながらも、割と立ってるシールドがついてて、2段階に調節できるんですけど、これは、ね、高い方にも設定してあります。やっぱりね、なかなか快適です。ただね、肩、首、そうだな、鼻ぐらいからかな。鼻かな、顎ぐらいかな。顎ぐらいからはもう風が当たってくるので、
すごくウィンドウプロテクションがいいっていうわけじゃないですね。ただまあ、こんなシールドはね、よく考えたらこんな簡単に変えれますよね、社外品に。ちょっとね、長めのシールドとかに変えてもらえば、かなりアドベンチャーな感じのね、ロングツーリング仕様になるんじゃないかなと思うんですけど、実際今ね、100キロちょっとで走ってます。で、エンジンレッドゾーンがですね、9500回転で、100キロでね、約8000ちょっと待ってますね、8200ぐらい。ただエンジンが静かなんで、そんなぶち回ってる感じもしないし、いや、これはね、ほんとよくできたバイクですね。ただ余裕はないですよ。ね、9500回転からレッドゾーンのバイクで8000回転、8200回転ぐらい回ってるわけですからね、100キロで。余裕はないですけど、余裕がない感じを僕に与えないですね。音もそんなにうなってる感じもしませんしね。まだこう開けるとね、こう余力がまだあるんですよね。で、タイヤも小さいし、ホイールベースも短いんですけれど、非常にね、直進安定性があります。ただね、PCX の時にも多分思ったと思うんですけども、この前のね、ADV150 の時にね、思った、サスペンションの初期の突き上げ。路面のガタボコがあった時の初期のね、突き上げがね、これでもかなり良くなってると思うんですけど、やっぱちょっとあるので、ちょっとね、段差を不意に越えたりとかするとね、結構ちょっとびっくりしたりとかすることはございますね。いや、でもね、ほんとこれで電熱系がちゃんと、まあ、グリップヒーターですね、主にグリップヒーター、それから僕の場合、電熱のインナーウェアを着ているので、冬は。その電源取り出しさえしておいて、で、もうちょっと高いね、シールドがあったら、これはね、かなりアドベンチャーですよ。まあ、全く問題なく、500マイル走破できるんではないかなと、今のところは思っております。あとは、タンク容量が8リッターしかないです。燃費がどのくらいかちょっと昨日調べたけど、30キロ後半から40キロぐらいじゃないかな。高速をね、淡々と走るっていうのは多分ね、この子にとってはそんなに楽な状況ではないので、燃費はそんなに良くないんじゃないかなと僕は思っているんで、8リッターでリッター、まあ35としたら、35、40か、40としたら、5リッターとして、まあ200キロで1回入れたいなというふうに思っております。それで今回の車両は、ギアキャリアも何もついていないので、ETC もついてないんですよ。ホンダドリームさん、頼みますよ。ADV160 ね、レンタルした人、絶対ね、高速乗ると思うんですよ。どんな感じかなと思って。なので、ETC つけてください。お願いしますよ。でね、ETC もついてないんですよ。キャリアもついてないから、ツーリングバッグ積めないのよ。でね、今回はもうネットインのスペースにぶち込んできました。なので、撮影器具、それから、ちょろっとね、買い物っていうか、降りた時に、持つバッグ、それから宿泊で必要な着替えをまあ1日なんで下着類だけで今回は来ました。それはね、すごいね、中にギリギリだけどね、ネットインの中にぶち込めましたね。ネットなんか中にしまうこと考えなければ、これでもしキャリアがあってパニアケースが積めたらもう最強の積載性ですよね。で、ここから今、圏央道を走ってます。残りが578キロ、到着予想時刻が11時12分。まあね、7時間何分とか出るんですけど、絶対これ無理なんで、休憩もありますからね。多分、ランチタイムギリギリかな。12時で、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12時到着で9時間なんで家出てきてからね。そのくらいじゃないかなと思うんですよね。ちょっと休憩長かったりとかすると、もう1時になっちゃうかなという感じで思ってます。ではね、圏央道もうね、トンネルばかりですから、ここで一度動画を切って、また4時ぐらいになったらね、つなぎたいと思います。
まさちゃんの動画。はい、ただいまの時刻が4時19分です。出てきてからが1時間19分。ただいまの走行距離が 95.2 キロ。約100キロ走りましたね。でね、この100キロの時点でもうね、ガソリンがもう3メモリ減って、もう半分近くになってますかね。ちょっと怖いですね。ちょっと一回200キロまで持つのかな、これ。やっぱちょっと高速乗っちゃうとあんまり燃費が良くないでしょうね、きっとね。今ね、ここね、ちょっと下りで100キロちょっとスピード出てますけど、メーター見ないで心地よく走ってると、95から100ちょいぐらいの間ですかね。そのくらいかなと思います、やっぱり巡航スピードとしては。で、次のサービスエリアかなんかで休憩して、トイレ休憩しようかと思ってるんですけども、やはり手が冷たいっすね。体はね、さすがにこの串谷さんのアロフトフードジャケット、それからアロフトパンツ、これはまあ最強と言われてるんですけども、やっぱ相当いいです。相当いいですが、これは東名の左ルートが封鎖されてて、右ルートですね。体はね、まあ冷たくなってはきてますけども、割と XADV ちゃんじゃねえや、ADV160 ちゃんのウィンドプロテクションもあり、体は割と耐えられてます。ただやっぱ手が冷たいわ。やっぱね、いくらね、ハンドルカバーしててもね、隙間風がありますからね。で、勝敗気量で高速を走っている、まあ、なんていうか、辛さというか、そういうのはね、そんなに感じてないんですよ、まだ。感じてないんですけれども、足回りですかね、結構、路面のガタボコを拾います。これが結構ね、疲れるっていうわけじゃないけど、こう、なんかびっくりするね、ドーンってくるのが。それと、上り下りで速度の上下がすごくあります。なので、調子よく100キロぐらいで走ってて、上りになるといきなりもう80キロぐらいまで落ちちゃうし、下りになると見たら110とか出てるから、なので、ちょっとこう、速度管理が結構気を使うかなというところですかね。その辺以外は、非常にね、快適に走っております。ではまた1時間後ぐらいにおつなぎいたします。128.8 キロ割る 4.21。30キロ。やっぱあんま良くねえな。